歩き方になります。はい、これ覚えてくださいね。
やで海遊館でやるこう仮面よ。ふざけんな。マジででかかった。古代魚なんですよ。本当じゃん。いいですね。踊り食い。じゃあささくれないからささくれ。ワンチャン上から落とせるよ。ワンチャン。こうやっててうまくやりゃ落とす。あ、待って、ちょうどいいところ毛がある。じゃあ、かわしてみる。これ俺のベッドにする。一緒に暮らす。お前のことなんで蹴って殺すと。これアザラシで上に奥にアザラシ。イルカとかクラゲとかよく出てくるんですけど、オットセイあんまりちょっと出てこないので、よろしければたくさん SNS にオットセイたちあげてあげてください。テニスの子たちもね、テニスの子もぜひいいお写真撮れたらあげてみてください。結構寝てたりとか、あとは泳いでたりとか、時間変えてみていただくと結構動きが変わっているかと。した南アメリカオットセイの登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。やってきてくれました。ではステージに登って皆様にご挨拶したいと思います。はい、ありがとうございます。いい反応ですね。結構ドスの効いた声を持っております。それではご紹介をさせていただきます。メスの南アメリカオットセイ、お名前をシャキットと言います。皆様最後までよろしくお願いします。ぜひ手も振り返してあげてください。はい、シャキットです。皆さん覚えられましたか？オットセイということで、後ろにオットセイのセイをつけてください。じゃあ皆さん分かった方一緒に突っ込んでくださいね。いきます。せーの、シャキットセイ。ありがとうございます。はい、ツッコミ風のお名前となっております。ちなみにもう一頭展示室にですね、チャントというオットセイが暮らしております。チャントの場合はいきます。せーの、ちゃんとセイ。ありがとうございます。で、2頭ともね、ツッコミ風のお名前になってますので、こちらにいるのがシャキット、展示室にチャントがいます。ぜひ覚えてあげてください。
さて皆様、オットセイ見たことあるよという方結構たくさんいらっしゃったんですけれども、皆さんアザラシ見たことありますか？アザラシ多そうですね。アザラシ見たことある人、はーい。結構たくさんいらっしゃいますね。アザラシとオットセイの違い分かるよって人、はーい。急に手が出ちゃいましたね。ありがとうございます。結構自信がなさそうですね。よくシャキッとですね、悲しんでますね。よくアザラシって間違えられちゃうんです。悲しいよね。ぜひですね、今日はアザラシとオットセイの違いをバッチリ覚えて帰っていただければと思います。シャキットがですね、一緒に手伝ってくれますので、ぜひ皆様今日はシャキットを見ながらオットセイの見分け方をですね、覚えていただければと思います。じゃあまず1つ目がですね、歩き方になります。じゃあシャキットが実際に歩いていきますので、ぜひ間近でシャキットを見ながらですね、オットセイの歩き方をぜひ見てあげてください。ポイントはお腹が地面から浮いていることです。はい、ちゃんとお腹が地面から浮いてますよね。そして前足を使って四つ足で歩くのがオットセイの歩き方になります。はい、これを覚えてくださいね。次、アザラシです。アザラシは前足が短いです。なのでアザラシは、はい、こんな感じでお腹をつけて芋虫みたいにポヨンポヨン歩きます。どうでしょうか。世にも珍しいオットセイによるアザラシのモノマネです。はい、すごい上手ですよね、シャキッと。こんな感じでアザラシはお腹地面につけたままポヨンポヨン進みます。ぜひですね、展示室にアザラシいますので見に行ってみてください。ポイントはですね、この前足と後ろ足なんですけれども、オットセイは前足が大きいです。というのもオットセイは前足を羽ばたかせるようにして泳ぐので、前足がですね大きく発達しているんですが、アザラシは後ろ足を左右に振って泳ぎます。シャキットも今こっちが後ろ足だよって見せてくれてますが、アザラシは後ろ足を使います。なのでアザラシとオットセイで使う足が実は違います。なのでぜひ展示室のちゃんとあとはアザラシの泳ぎ方もですね、ぜひ見に行ってみてください。はい、では続きまして2つ目のポイントです。皆様に探してくださいねとお話ししましたが、次は耳です。はい、どこにあるでしょうか。目の横にね、ぴょこんって飛び出てます。これはですね、耳介と言いまして、私たち人間でいうと耳たぶに当たる部分ですね。この耳介がオットセイにはあるんですが、アザラシはですね、ないです。アザラシは目の横に穴が開いてるだけになってますので、ぜひですね、アザラシの耳もちゃんとついてますので探してみてください。そしてですね、オットセイもアザラシもちゃんと耳があるので、私たち人間の声がちゃんと聞こえております。今ですね、お姉さんは手を使った合図を出してたんですが、これからですね、声を使った合図に挑戦してもらいますので、お姉さんが出した合図にシャキットがちゃんと答えられているか、皆さんぜひ見てあげてください。それではお願いします。バッチリですね。今お姉さんがバイバイって言ったらしっかりシャキッとバイバイって返してくれましたね。こんな感じでしっかり耳が聞こえていそうです。実はこのボイスサインというものはいくつか種類があるので、他もちょっと見せてもらいたいと思います。間違えてますね。はい、さっきと一緒のことやってます。はい、今お姉さん倒立と言ったので、今度シャキットがですね倒立を披露してくれると思います。はい、バッチリですね。ありがとうございます。こんな感じでしっかり音の聞き分けができております。言葉の意味を理解しているわけではないんですけれども、この言葉の音の違い、今お姉さん伏せと言いました。この音の違いでオットセイたちは理解をしてボイスサインに反応してくれます。はい、ということでさっきみたいにたまに混同しちゃう時もあるんですが、しっかり反応してくれましたね。では続きまして3つ目のポイントです。これがですね、かなり分かりやすいポイントになるんですが、毛並みです。結構シャキットの場合はですね、全身に筋のような模様が見えるかと思うんですけれども、これですね、結構表面ツルツルしているように見えてかなりモフモフです。どうでしょうか。今お姉さんが魚で取れますが、かなりですね毛が逆立ってきました。オットセイは2種類の毛で体が作られていて、上の毛がですね今こんな感じでわーっと広がって、全身の毛が見た目は焦げ茶色だと思うんですが、ちょっとずつですねこの明るい茶色の毛も見えますよね。実はこの焦げ茶色の毛と赤茶色の毛、2種類の毛で構成されています。でアザラシの場合は毛が1種類しかありません。なので魚でてもあまりこう逆立ちません。シャキットの場合、オットセイの場合は2種類の毛があるのでこんな感じですごい逆立つんですけれども、じゃあなんでオットセイ2種類の毛が生えているのかと言いますと、オットセイはですねかなり長い時間水の中に入っている動物です。
なので私たち人間もそうだと思いますが、ずっと水の中にいると寒くなっちゃいますよね。オットセイたちも同じです。体温を奪われていってしまうので、体温を一定に保つためにこの2種類の毛があります。でなんで2種類の毛があると体温を一定に保つことができるのかと言いますと、毛と毛の間に空気を溜め込むことができます。この空気がですね保温性を保ってくれて、あとは直接毛が2種類あることで肌にお水が当たらない、そんな構造になっています。なので泳いでいる時に体からぷくぷく泡が出てますので、ぜひですねテニスのちゃんと見に行ってみてください。さあこんな感じでポイントを3つお話ししてきました。前足の形、それから耳、そして毛並み、この3つのポイントをぜひ押さえてあげてください。さあでは皆さんバッチリオットセイが見分けられるようになったというところで、続いてはシャキッとの特技の披露に移っていきたいと思います。まずは得意なダンスを踊っていきたいと思います。さあそれでは3種類踊っていきますので、ぜひ皆さんここから動画がおすすめです。それではいきます。せーの、皆さんこれ以上は何も起こりませんので、よかったら温かい拍手を送ってあげてください。ありがとうございます。こちらですね、パタパタダンスというダンスになります。さあ続きまして2種類目のダンス、次はゴロゴロダンスというダンスいきたいと思います。はい、ゴロゴロダンス、ゴロゴロダンス。ありがとうございます。察しがいい方いらっしゃいますね。これ以上何も起こりません。ありがとうございます。皆さん拍手が足りないようです。ありがとうございます。こんな感じでおねだり上手なシャキットです。じゃあ最後ですね、皆さんから結構たくさん拍手ももらったので、かっこいいダンス、ブレイクダンスを披露したいと思います。それでは3つ目のダンスいきたいと思います。それではブレイクダンス、ありがとうございます。さあシャキットこんなにダンスが得意なんですよ。さあではですね、続いてじゃあシャキットが皆さん何食べてるか気になりますよね。じゃあオトセイの食べ物をちょっとご紹介したいと思います。はい、もちろんお魚なんですけれども、当館では結構いろんな種類を使っております。アジ、イカ、あとシャキットが今食べているのはカツオと、あとはそれイワシですね。あとはですね、使っていたお魚とかも含めると、あとはホッケとかシシャモとか、あとは時期によってサンマとかいろんな種類を使ってます。いろんな種類を使うことによってお魚によってもカロリーとか栄養が違ったりもするので、水分とかもね、イカの場合はたくさん水分があったりとか、あとはですね、そのお魚によってもアジだったら、体重がコントロールしやすいとかいろいろあるんですけれども、そういった、理由でいろんなお魚を使ってます。そしてですね、今日お魚、大きめのお魚ってお姉さんありますか？ありそうですね。はい、こちらイカです。結構ちっちゃいお魚を今食べてたんです。じゃあこのイカを実際に食べてもらいたいと思います。じゃあ皆さん一瞬で消えますので、シャキットの目がキラキラしてますね。じゃあいきます。はい、もうなくなっちゃいました。はい、なんとですね、オトセイたちは獲物を捕まえたら丸飲みで食べます。はい、噛みません。というのも、もぐもぐ噛んでいるとお魚が逃げちゃいます。あとは、噛んでいる間に天敵が襲ってくるかもしれません。それから仲間にどんどんお魚が取られちゃうかもしれない、いろんな理由がありますが、オトセイたちは獲物を噛まずに丸飲みで食べております。さてこのお魚ですね、今自然界ではちょっとずつどんどん数が減ってきております。悲しいね。どんどんですね、お魚が食べられなくなってしまうかもしれません。私たちもですね、どんどん日々お魚の値段高いなって感じると思いますが、野生動物たちもですね、お魚がどんどんなくなってしまって困っている状態です。ぜひですね、原因としましては地球温暖化だったり、私たち人間もですね関わっている部分がたくさんありますので、ぜひ皆様、地球環境に少し目を向けていただければと思います。ではシャキットからも皆様へよろしくお願いします。ありがとうございます。さてではですね、もうお時間もそろそろということで、シャキットの一番の得意技を披露したいと思います。先ほどですね、倒立を披露してくれたんですが、この倒立を前足1本で披露したいと思います。それではシャキット一番の得意技、片手倒立、決まったら大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。すごいドヤ顔ですね。バッチリ決まりました。さあそれでは皆様にかっこいいところも最後披露できましたので、以上をもちましてオットセイのフレンドリータイム終了とさせていただきます。皆様最後までのご声援誠にありがとうございました。最後は愛をかけて
投げキッスをお届けしております。ぜひ受け取ってあげてください。さて、それではですね、ステージでのパフォーマンスは終了となりますが、皆様にですね、ちょっとご挨拶をしつつ、シャキッとお家へ向かっていきたいと思います。よいしょ。では、皆様ぜひですね、シャキッとを最後に間近で見るチャンスになりますので、ぜひですね、パフォーマンスの中でお話をした体の構造をたくさん見てあげてください。例えば前足が、皆様尻尾はどこにあるんでしょうか。ここです。ちょっとちっちゃいですよね。もともと長かったと言われてるんですが、使わなくなったのはどんどん短くなりました。で、今はですね、お尻の穴を隠す目的でここにあります。で、このお尻の穴から私たちは週に1回体温計を入れて体温を測らせてもらってます。じゃあ、オトセイの体温って何度ぐらいだと思いますか。私たちよりも高いでしょうか、低いでしょうか。実は同じぐらいです。36度前後ですね。ちなみにアザラシとかイルカもそうなんです。結構みんな体温同じぐらいです。そしてですね、他にも何？それが欲しいんだったら、もう僕がしたらこれ2つ。これみんなで買う？大丈夫、つけてもらえるの？で
が親に買ってこったんだ。自分の分は一回なくして、あいつにだけやると、うちらのおそろの女も買える。おそろがいいです。別々に行動します、これから。